どうも。同人ゲーム語り部です。このチャンネルでは同人ゲームを対象に毎回一つのゲームを取り上げ、紹介、考察などしていきたいと思います。同人というジャンルであれば有料、無料にこだわらず様々な作品を紹介していく予定です。フリーゲームも同人ゲームの位置づけにしています。さて、今回紹介する作品はこちらです。ロストヘブン。公開日、2020年。ジャンル、RPG。プレイ時間、約10時間。難易度、簡単。値段、フリーゲーム。制作、涙。本作はストーリー重視の作品であるため、戦闘やダンジョン攻略といった要素にあまり時間を取られないのが特徴です。それゆえ、10時間という比較的短めなプレイ時間でも濃密なストーリーを堪能することができるのが特徴です。余談ですが自身もクリア後のプレイ時間を確認して、こんなに短かったのかと驚愕したものです。もちろん個人差はあるかもしれませんが、それほどストーリーにパンチ力のある作品だとご理解していただけますと幸いです。また、公開後のアップデートで、フリーゲームとしては珍しい部類の戦闘時のみフルボイス作品となりました。なお、音量操作によるボイスオフも可能です。それではまず、ストーリーの概要から説明します。冒頭の紹介にとどめ、ネタバレは控えます。ご安心ください。フォーア村という小さな村で平和に過ごす主人公のライゼ。それともう一人、ヒロインのリーン。二人は何不自由ない暮らしをしていましたが、この村は、この2里は普通と違うところがありました。共通して言えること、それは記憶がないこと。みんな、フォーア村近くの遺跡で目覚め、名前以外思い出せない。この村は、記憶をなくした住民で構成された村なのです。また、村の掟として外部の人間と接触してはならない決まりもある、世界から断絶された村でもあります。主人公のライゼは、自分が一体何者なのか、記憶を取り戻したいと思う気持ちは強くなっていました。そんな折、二人に転機が訪れます。村長のお使いをしている最中、新教会の天使と出会います。聞けば、この村に用があるとのこと。隠し通せないと判断した二人は、やむなく天使を連れて村へ案内することに。ジェサラの話によると、満月の夜に降り注ぐ光、エーテル、が汚染されていることがわかり、世界を救うと言われる浄化の光、のため神々と契約する必要があるとのこと。天使の新約に付き添ったライゼとリーン。創造神であるアストライアから意味深な発言をされます。二人は本来ここにいるべき人間ではない、と。戸惑う二人にジェサラから護衛としての同行を求められます。外の世界を見てみたいライゼの心は大きく揺らぎます。そして、村長からこの村の最後の真実を告げられます。この村の住民は記憶がないだけでなく、不老であること。かつて世界を旅し、そこには自分たちの居場所がないことに。しかし、ライゼは唯一の例外であることが明かされます。記憶がなくとも、年を取るのであればこの村に居続ける必要はありません。ライゼは戸惑います。ライゼだけではなく、リーンも同じ思いを秘めていました。二人の答えはもう決まっていました。ライゼは自身の好奇心と、創造神の言葉を信じて、リーンは目を覚ました時に持っていた手紙が示す、運命の人を探すため。かくして、ライゼとリーンの旅は始まりました。記憶を取り戻した先に待っている希望を信じて、たくさんの困難が待ち構えているとも知らずに。ライゼをよく知る人物、ザウアーの正体とは、ベルンジア王国に伝わる病名、ロスト、なる病気が意味するものとは、ライゼとよく似た人物の正体とは、そして、記憶が戻った先に待っている真実とは、
続いてはキャラクターの紹介に移らせていただきます。まずはライゼ。このゲームの主人公。天使が村に訪ねてきたことをきっかけに、失った記憶を取り戻すため、旅立ちを決意します。人当たりが良く、誰とでも仲良くしようと努め、人の良いところを見つけようとします。人情にも熱く、誰かのために自分が犠牲になることを厭わない。また、悪事を見過ごすことのできない、全く非の打ちどころのない好青年です。記憶を取り戻す旅で多くの受け入れがたい真実を知ることになりますが、それでも歩みを止めることはありません。彼のたどり着く未来を、どうか見届けてあげてください。次にリーン。このゲームのヒロイン。ライゼ同様記憶を失っており、ライゼと共に旅に出ます。面倒見の良い性格で、特にライゼに対しては好意的。しっかり者の常識人ですが、なぜか料理が苦手。ライゼ同様に記憶を取り戻す旅に出ますが、それが必ずしも美しいものではないことに気づき始めます。それでも彼女は歩みをやめず、真実を知る道を選びます。ゲサラ。新教会の天使。神様からの神命を受け、浄化の光を再現するため各地にいる神々との新約をするべく世界を回る女の子。が、子供っぽい言動や感情的になりやすい面が見受けられ、精神的に幼いところがあります。どうにも頼りない彼女ですが、ストーリーを続けていくと、彼女は彼女なりの苦悩を抱えて旅をしていることが徐々に分かってきます。アルバート。行方不明になってしまった父親、クライブ博士の息子。不在となった父親の代わりとして大人たちから研究所で軟禁状態にされていたところをライゼたちに助けられます。第一印象は良くなく、口が悪く仲間と一定の距離を保ちます。ライゼたちに助けを求めたのも合理的、打算的なものでした。それでも、旅をすることで徐々に仲間意識が芽生えます。知識の高さを活かしてプレイヤーへ世界観の説明をしてくれ、仲間へ旅の疑問を投げかけてくれたりと活躍の幅は広い。ザワー。傭兵家業をしているおっさん。ライゼに大金を貸していたらしく、返してもらうため半ば強引に仲間に加わります。こんななりをしていつつも意外にも薬学に精通しており、取得の難しい国家資格を所持している意外な一面も。軽い言動が見え隠れしており、残念ながら加入当初は仲間たちからも疑いの目を向けられてしまうことも。それでも、どこかライゼのことを気にする様子も。軽い言動や態度の裏に重要な何かを隠しているような素振りが、ところどころ見受けられます。続いては RPG の肝である、システム周りに触れましょう。まずは戦闘システムから。今ではもう珍しい部類になりつつありますが、エンカウント方式はランダムエンカウントです。早々にエンカウント調整アイテムが手に入りますので、その点で苦労することはないでしょう。戦闘はオーソドックスなフロントビュー型。いわゆるドラクエ式ですね。戦闘に参加できるキャラクターは4名まで。メンバーの途中交代はできません。難易度は全体的に低め。ある程度装備を整え、回復や補助の概念を理解していればおそらくそこまで苦戦することはないでしょう。画面右、縦長のゲージはボーナスゲージとなっており、攻撃をするごとにゲージが増加。最大値に達すると、攻撃力は防御力2倍、ドロップ率2倍など、様々な恩恵が受けられます。これはボス戦であろうとも有効なため、積極的に狙っていくべきでしょう。キャラごとに配置している7型のゲージは奥義ゲージです。最大値になると各キャラクター固有の奥義が放てます。文字通り状況を一変させる威力を持っているので、困ったら奥義ゲージを貯めて連発すればよいでしょう。戦闘システムの紹介は以上です。シンプルでとっつきやすいため、戸惑うことはないでしょう。他独自システムについても解説しておきましょう。触れるとスキットシステムです。
触れると会話が始まり、仲間たちとの絶えない会話や世界観の補足などを楽しむことができます。無視しても支障はありませんが、せっかくのストーリー重視のゲームですし、積極的に見ていくことをお勧めします。思わぬ伏線に繋がっている会話も少なからずあります。ここでは本作の評価すべき点を挙げたいと思います。まずはストーリー。本作ロストヘブンはストーリーなしには語れない作品です。作者様も、このゲームは物語こそが最大の売りである、と断言しております。冒頭で説明した通り、開幕から2人も記憶喪失者がいます。この2人というのがポイントになってきます。記憶喪失というのは RPG におけるストーリーを盛り上げる要素の一つですが、2人もいるというのは珍しい。ライゼのことを知る人物との接触を中心にストーリーが展開していきますが、リーンのことを知る人物も当然出てきます。このようにゲーム序盤では何も知らない無知な2人に対し自身を知る多くのキャラクターと接触しストーリーが進行。実に多くの伏線がばらまかれていきます。ゲーム中盤以降は序盤でばらまかれていた伏線が少しずつ消化されていきます。この伏線の巻き方が見事だと私は思っています。重要そうだけど後にならないと判明しないものはもちろん、一見ただの雑談のようなイベントでも伏線足り得ます。例えばこのシーン、主人公のライゼがストーリー進行上で色々とお世話になった3人にプレゼントをあげる場面です。一見するとライゼの優しさが身に染みるほのぼのイベント。ですがこれはもう一つ重要な意味を持つイベントです。このイベントをきっかけとして、ライゼに同行していた3人は重要な真実に気づいてしまいます。このようにイベント一つとっても工夫を凝らしていることがよくわかるのではないかと思います。キャラクターについても少し触れておきましょう。評価の高いストーリーにはキャラクターもセットであることが多いと思います。序盤はどうにも頼りなさげだったり、あまり良くない印象を持つキャラクターも存在します。それが、数々のイベントを得て立派なキャラクターへと成長していく過程はまさに長編 RPG ならではの魅力。ストーリーとキャラが歯車のようにがっちり噛み合います。ゲーム序盤では少々退屈さを感じるかもしれませんが、個人的に本当の自己紹介が起きてからがこのゲームの本番だと思います。やや脱線しますが、ロスト編は作者様が学生の頃にアイデアが浮かび、そこから長い人生を共にしてきた物語でもあるそうです。このことから、本作の物語はふと思いついて作ったインスタントな物語ではないことがよくわかります。大事に温めておいた物語であるからこそ、素晴らしい物語に昇華されたのではないでしょうか。次に、サクサク進められるゲーム性について、です。本作ではストーリーがスムーズに進められるよう、様々な配慮がなされている作品です。まず難易度ですが、前述しましたように優しめです。RPG の基本的知識があれば問題なくクリアできるでしょう。攻略を助ける要素も多分に用意されています。どこでもセーブ、ボス前全回復、潤沢な回復アイテム、エンカウント調整アイテムの早期販売。他、防御で MP 回復、戦闘終了後に MP 回復の使用もあります。ダンジョン探索時にリソースが枯渇してしまう、といったことはほぼ起きえません。無論レベル上げも不要です。私はエンカウント半減アイテムを常に装備してプレイしましたが、それでも十分クリア可能でした。なお、この低難易度調整については作者様も自認しています。あまり戦闘に偏らずシナリオに注視してほしいという思いがゆえの低難易度調整であり、手抜きとは少しニュアンスが違うことを断っておきたいと思います。最後に音楽についても触れておきましょう。本作は音楽に関しても力を入れていることが伺えます。フリーゲームにもかかわらず数多くの楽曲を採用しており、例えば戦闘 BGM は十数種類にも及びます。イベントシーンにおいても場を盛り上げる曲だったり、シリアスさ、哀愁を漂わせる曲が盛りだくさんです。
また本作の BGM はシリアス寄りの曲が多い傾向にあります。本作は徐々にシリアスなストーリーに転じるため、そういった曲が多く採用されています。なんと本作ではエンディングテーマ曲も存在します。フリーゲームで専用のテーマ曲まで用意されているゲームはほとんど例がありません。いずれも良曲揃いですので、ぜひ聴いてみてください。本動画内の BGM にピンときたらまず間違いないでしょう。と、ここまで評価したい点を述べました。しかしながら少なからず問題点と感じた面もございます。まずは難易度。これについては一概に問題点とは言えませんが、人によっては問題と捉えられてしまうでしょう。やれることが少ないゲーム序盤はまだしも、中盤以降で戦力が整ってくると、苦戦する要素はほとんどなくなります。よくある難易度選択もないため、自ら縛りプレイをしない限りは低難易度と付き合い続けなければいけません。ゲーム中盤以降はシナリオ的に盛り上がる場面が大変多いだけに、敵が弱すぎて盛り下がる印象を覚えました。特に顕著だったのは最終盤。とあるイベントを機にパーティが強化されすぎてしまうため、ラスボスすらほぼ瞬殺できてしまうのはさすがに問題。そのため、特にゲーム後半の方ではせっかく良曲揃いの戦闘 BGM が残念ながらあまり印象に残りませんでした。ストーリーに集中してほしいという作者様の思いは理解できますが、ハードモードは用意してほしかったですね。次に気になったことは、自由度のなさ。本作はストーリー重視の作品。自由度はなく完全な一本道でまず迷うことはありません。寄り道クエストや、やり込み要素もほとんどありません。ご覧のようにフィールドマップも非常に簡素化。少々、冒険心をそがれる要素があることも事実です。ストーリーを重視するがゆえの問題点かと思います。もちろん人によっては気にならないでしょう。余談ですが、作者様もサブクエスト機能を実装するかは色々と悩んだ結果として削除することにしたそうです。本作の売りはキャラとシナリオであり、そこに自由度の高いサブクエストを導入して果たして楽しめるのだろうか、と。実際のところ私も続きが気になりストーリーを追うことに夢中でしたし、変に意味の薄いお使いクエストが入るよりは実装しないことが正解だったかもしれません。総評に入ります。ロストヘブンは魅力的なキャラクター、奥深いストーリー、良質な BGM、ストレスフリーなゲーム性。難易度が優しいのでサクサクとプレイできます。ストーリーを楽しみたい人はプレイして損はないでしょう。多少気になる点はあるものの致命的とは言えませんし、人によってはプラスに捉えられるものでもあります。公式 PV も概要欄にリンクしています。そちらもご覧になるとより雰囲気がわかると思います。ライゼたちが記憶を取り戻した先にある未来をどうか見届けてあげてください。お疲れ様でした。本動画の紹介は以上です。興味を持ちましたら高評価とチャンネル登録お願いします。動画作成の励みになります。ご視聴いただきありがとうございました。